鳩間島に到着しました。西表島の上原港からフェリーに乗って10分ちょっとです。本日お世話になる宿、マイトーゼのお父さんが迎えに来てくださいました。歩いて宿に向かいます。鳩間島は西表島の北にあって、島の周囲は約 3.9 キロ、人口は50人ほどで、沖縄の有人島の中でも小規模です。沖縄で規模感が最も近いのはゲルマ島です。ただゲルマ島は華僑されていることもあって、あまり似ている感じはしないです。鳩間島を訪れたのは4年ぶりで2回目です。前回訪れた時にすごく雰囲気が気に入ったので、ずっと再訪したいなと思っていました。前回訪れた時はコロナ禍のシーズン終盤ということもあって閑散としていました。今日島に泊まっているのは君一人と言われた日もあったほどです。島規模でのぼっちを体験できたのは良い思い出です。マイトーゼは鳩間島で一番規模が大きい宿です。ベッドがあるだけのシンプルな部屋で、テレビや Wi-Fi など余計なものはありません。こちらの宿の最大の特徴は食堂です。部屋から5分ぐらい歩いたところにあります。鳩間島のメインストリートを歩いていきます。食堂までの道がまたすごく雰囲気が良いです。食堂はこの右手にあります。鳩間の美しい海を眺めながら、爽やかで心地よい海風の中で食事ができるんです。こんな素敵なところでどんな旅になるのでしょうか。
ただきます。月が沈むのが多分11時半とかだと思うんで、その後かなって思ってるんですけど。お前知ってるってのがやばいよな。いや、しょうがないですよ。運命ですよ。あなたの濡れてただけあなたが笑ってたら僕も笑いたくなる。あなたが泣いていたら僕も泣いてしまう。難しいこと難しい話今ちょっと置いといて笑えますか。きっとこの世界の共通言語は笑顔じゃなくて笑顔だと思う。子供だとか大人にかかわらず男だとか女だとかじゃなく。こんにちは。
こんにちは。お願いします。よいしょ。彼女が行ってる方向に行った方が綺麗ですね。前に出て行った方が。はい。じゃーん。すごいね。はい、また行きます。はい。ありがとうございました。お元気で。
海側になることですし。ライブコンサートを行いたいと思います。どうぞ心よくまで聴いてください。山口由衣さん。山口由衣です。彼女は非常にキャリアを持っていらっしゃるんですよね。シンガーソングライターとして。なんかこう大会嵐みたいな方でございます。初めてお聞きしましたら、ものすごいパワーがあって、そして素晴らしい歌なんですね。そしてこちらの方に、ちょっと眩しいですけども、超眩しい。私のもう30年ぐらいの友達で、板垣大輔、板垣武さんです。今日はお二方でちょっと皆さんとこの暑い夏をもっと暑く過ごしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。母が、8年前にがんで亡くなりまして、この曲を作ったのはもう14年前ですかねの6月18日にがんなんだってことを伝えられて、その日次の日かなに作った曲です。はい、聴いてください。6月18日という曲です。ある雨の日のことママは言った。ごめんねって目を見ないで、ママのせいじゃないよって言いたかった。でも声が詰まって言えなかった。ただ生きてるだけでそれだけでいいから、私の未来なんてどうでもいいからね。やっと大きくなったよ。3人ともこんなに。それはパパとママがいたから。ずっともっと先に楽しいことが待ってるから、ずっと一緒に生きてこうね。かわかんないです昨日話したら人はそうだ感じ。あ、そうなんだ。インストラクターの人で。だから送迎付きで、まあちょっと高いですけどね。明け前の時間はそれも強制的に自分を見つめさせる。ああもう何やってんだか、ずっとこんな調子だ。夜中って超やばくね、やばくね。まだ10代の頃大人に何度か怖くて顔磨きながら泣いたことがありました。そんな漠然とした恐怖が現実的なものへと毎日こう見えても戦ってんだ。金山さんありがとうございました。自分を保つためどっかでずっと蓋をしている。それが夜になると湧いてしまう。うまく言葉にならないもどかしさで決して書いて今も戦ってんだよ。感傷的な夜明け前の時間は集めたもので足の踏み場がある。